それねインサイドとインサイド、どっちもインサイド。ただダブルタッチみたいにこうやって弾いちゃったら戻っちゃうから、これ片っぽの足は止めるだけ。ね。動かす、止める、動かすね。はい、じゃあ行きましょう。はい、スタート。次はインサイド、足取りじゃなくてインサイドね。止めるタッチしっかりピタッと止めてね。この幅の間自由に来たり来たり、この幅の間だけ動かす。足の裏でも。で、途中でフェイント、ボディフェイントって言って、行くと見て、最後こういうフェイントを入れる。動かすだけじゃなくて、体を動かす逆どっちにしたりとか、こういう動きを入れながら、ちょっと浮かす。OK。これ難しい動きじゃないからね、落ち着いてやっていいですよ。ボールとは逆の方向にちょっと体を動かしてみたりね。これ今ディフェンスいないけど、ちょっと後でディフェンスつける練習に変わるからね。今のうちに相手が目の前にいると思うのをイメージしながらやってる。スピードとかテンポも変えながらね、ずっと同じリズムじゃなくてね、リズム変えたり、動かす幅変えたり、狭く動かしたり、広く動かしたり、ディフェンスとオフェンスっていうのを決めます。で、だけどディフェンスはボールを取る練習じゃなくて、この選手の必ず正面に立つっていうのがディフェンスの役目。ボールは取りに来ない。このマーカーの挟んで、ここには鏡があるから。なので、コーチが動いたら、必ずこの正面、オフェンスの向き、そうそうそうね。こっち動いたら、こっち行く。そうそうそう。こういうふりしても、騙されない。OK。なので、オフェンスがやることは、ボールと自分が動きながら、この鏡をわざとずらすように。こうやって間違ったりさせたら、いいよね。逆にディフェンスはそうならないように、相手にしっかりついていく。常にオフェンスとオフェンスがこう一緒に動くの。オフェンスは別に焦る必要ない。相手は取りに来ないから、自分のペースでやればいい。ただ相手を騙すっていうことは忘れないよね。こう、スタート。すごいな。ライト、あ、いいね、オッケーオッケーオッケー、騙されない、騙されない。若いタッチのディフェンスだったら、まあ、そういうね、ブースが大事ね。動かせ、動かせ、動かせ。スピードは騙されないぞ。相手の動きよく見て。いいね、おお、いいよ、ついてきてるよ。そうそうそう、いや、オッケーオッケーオッケー。肩とか上半身でも相手騙してる。そう。それなりながらもボールも動かす。ずっとそればっかりの相手またつけてこれ。ボール動かすっていう動かさないっていうのをね。もしもしいろいろ。ボールだけとミスってるは全然問題ないから。はい、いろいろチャレンジしてみよう。少ないからこっちか。おい！いやー！さっきの練習思い出して。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。一回スタート、いいところにこれ。はい、一回スタート。みんな、この1対1始まったら急にさ、相手でかけてやってるけど、さっきやった練習のこの横の幅をもうちょっと動かしてみて。で、ディフェンスを動かしたら、逆取りやすいよね。で、相手はもうシュートコースがあると知りたくなるから、ちょっと逆取りやすくなる。で、もう一回ディフェンス入れると、コースが生まれる。だからこの横のペーキをもうちょっと考えて。横の幅、コース見えたら打てよ。いやー、どうしよう、今のいよいよそういう意識でやってるね。はい、だけ見えた。いやー、だけもう一個早くな、でも。コース見えたら打てよ。はい、この練習。また外してシュートよ。いやー、シュートの意識がちょっと薄いね。もうちょっとシュートのアクションを起こしてみて。この幅使いながら。さっきの練習思い出して。あるから真ん中通る。危ないから。you
シュートを打つっていう意識を見せないと相手なかなか隙見してくんない。相手が一番さリアクションするときってやっぱさこういう瞬間だよ。この瞬間にブロック行きたくなるし、怖い子はちょっとこう引いちゃったりもするかもしれない。だけど今のみんなは本当にシュート打つときだけをシュートのアクションをこうしてるね。そうすると相手からするとずっとシュートないの悪いですが、ただついていける。だけどこの中でこの打つアクションを入れていくといいことで OK。打つときじゃなくてもこのシュートのアクションをちょっと入れてみて、そうすると相手が足出してくれたりすると逆取れたりもするから、もうちょっとシュートのイメージ意識を持ちながらやる。ああ、ほら、それでいいよ、シンプルでいいよ。そう持ってくるのバレちゃうよな。ナイス、グッドナイスね。いやー、かわされた。よく見て。ここだけうまい。いやー、ナイスです。1対1を同時にスタートします。なのでコーチの合図でやってください。片方終わってもスタートしないで。OK ね。で、1対1やって、例えばコーチがね、シュートしたけど外れちゃった。じゃあ、今まだこっちが続いてたら、こっち側のサブロードに行ける。その時はこの真ん中から演出して入ってくる。でゴールはこの場合、両方のゴール使います。なので、例えばコーチシュート外しちゃったけど、はい、もう一回ここでもらって。はい。で、これで、勝ち。ディフェンスはもちろん、片っぽのゲームが終わったら、フルコート両面使って2対2に変わる。もちろんパスもできるし、ディフェンスの行き来も大事。このラインは無視していいよ。それまではさっきと一緒で1対1ね。